おいおいおい、お前ら、いてますおい。ケツの穴に指突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたろき。皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。ということで、今日やるのは関西弁で怒ろうです。今の関西弁の喧嘩をする時のよく聞く言い方なんですけど、実際に言ってる人はあまりいなくて、すごく有名なフレーズです。ケツの穴に指突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたろかですね。気になる人は調べてみてください。今日は関西弁講座9回目ですね。関西弁の怒り方、喧嘩をする時の関西弁を勉強していきたいと思います。関西の人は結構気持ちを表に出す人が多いです。やったーとかね、怒る時も来たーってすごく感情を表に出す人が多いので、怒る言い方もいろいろあります。今日は何個か用意してきたので、みんなで勉強して関西人っぽく怒っていきましょう。じゃあまず1個目。これは前回も勉強しましたね。アホかです。アホか。これどういう意味でしたか？簡単ですね。意味はバカの意味なんですけど、アホかって言ってますね。アホか。これはかは、聞く言い方なので、そのまま意味を説明すると、バカなんですかと聞く言い方です。でも実際は聞いているんじゃなくて、もうアホかっていう言い方ですね。お前バカだなっていう意味です。一番よく使う言い方、これですね。お前アホかって言います。お前アホかとか、アホなんちゃうけとか、アホやな。いろんな言い方があります。このアホかっていうのは、友達同士で冗談を言うときにもよく使うし、本当に怒るときもよく使います。例えば、友達が冗談を言って、お前アホやなっていうこともあるし、本当に嫌なことをされて、アホかって怒ることもあります。言い方によって違うので注意してください。これ1個目ですね。簡単ですね。じゃあ2つ目見てみましょう。もうええわ。もうええわ。聞いたことがありますか？これ、日本の漫才をするときによく使うんですけど、漫才っていうのは2人の人が話をして、面白い話をするものなんですけど、この話を終わらせるときに何か言って、もうええわって言います。もうええわっていうのは、もういいですよという意味です。もういいですとか、これ以上やらないでください、やめてくださいっていう時に使う言葉です。例えば、仕事でね、全然仕事ができない人がいました。なんか資料持ってきて、ちょっともうやり直し。また持ってきて、もうやり直し。また持ってきて、もうやり直し。お前もうええわ、帰ってって言います。もうええわ。もうこれ以上やらないでください。これ以上もういらないです。帰ってくださいという意味ですね。このもうええわ、もう本当に日常生活でよく使います。友達と冗談を言うときにもよく使いますね。なんか友達が、彼氏できたんだと言ってね。もうすごく優しくて、何でも買ってくれるし、すごくかっこいいし、ね。好きなところいっぱい行ってきます。もうええわ。ね。もうええ。幸せなんは分かったから、もうええわ。これ以上いらないです。っていう時にも使えるし、さっきみたいに、もうええわ。ほんまに帰って。本当に嫌で怒る時にも使えます。もうええわですね。もうええわ。じゃあ、次です。なんでやねん。なんでやねん。はい。一番有名な関西弁かなと思います。なんでやねんというのは、意味はどうしてですかという意味です。そのままの意味だとどうしてですかになります。なんではどうしてですね。なんでやねんっていうのはどうしてなんですかと聞いている意味なんですけど、本当にどうしてなのと理由を聞きたいわけではないです。このなんでやねんを言うときは、もう自分が理解できないこと
とか、すごく腹が立つこと、ムカつくことがあった時に言います。私、この前ね、友達とご飯を食べに行きました。私がお店を予約して、じゃあ、ここ、新宿のこのお店に集合しようと言ったんですけど、当日ね、お店に行ったら、なんかお店が全然なくて、あれここにもない。絶対この辺なのにない。結局、そのお店調べたら、潰れてて、もうお店閉まってて、なかったんですよ。なんかどこに予約したのか私わからないんですけど、こういう時に、なんでやねんって言います。もう自分が納得できないとか、理解できないという時に、なんでやねんって言いますね。なんでやねんっていうのは、これも漫才でよく使います。ね。二人が面白いことを話すとき、一人が変なことを言うんですね。例えば、私今日会社まで馬乗ってきてんとかね。なんでやねんって言いますね。もう、そんなわけないでしょ、バカでしょっていうときに、なんでやねんって言います。これ一日一回は絶対言う言葉ですね。なんでやねんなんでやねん、本当に理由を知りたいわけではないというのがポイントです。はい、じゃあ次行きましょう。なめとん。なめとん。はい。なめとんです。なめとん。これ意味は、なめてると同じです。東京の人も言いますね。私のことなめてるの？このなめてるっていうのは、これで舐めることではなくて、馬鹿にするという意味があります。だから、なめとんは、私のことを馬鹿にしていますかと聞いている言葉です。この言葉は、喧嘩をするときに本当によく使いますね。例えば、何かムカつくことを言われたとき、お前なめとん？こうやって使います。私のこと馬鹿にしてるの？そんなこと言って。腹が立ったときに、お前なめとん？なめとやろ？こうやって怒ります。なめとんですね。なめとん。なめまでは、舐めているだし、このとん、勉強しましたよね。何々しているの文法を勉強したと思うんですけど、何々しとうって勉強しましたよね。それとちょっと近いです。なめとうとかなめとんを使います。バカにしてるのという意味ですね。OK、じゃあ次行きましょう。芝居だろか？芝居だろか？これどういう意味かわかりますか？しばくという動詞です。しばく。この言葉は、そのまま意味を説明すると、叩いてやろうかになります。このしばくっていうのは、叩くとか、こうすること。こういう感じ。こういう感じね。こういう意味があります。芝居たろかは何々してあげようかですね。あげようかなんですけど、芝居たろかって言ったら、お前のこと叩くでとか、叩いてやろうかって言って、喧嘩が始まる前の言い方です。お前芝居だろかとか、もう一個あって、しばき回したろかという言い方もあります。しばいたろかは、ちょっと怒った時、しばき回したろかって言ったら、もっと強い言い方になります。しばいたろか？しばき回したろか？この二つ、喧嘩をするときによく使う言い方です。しばき回したろか？回すってどういうことかわからないんですけど、しばき回すって言ったら、すごくたくさんしばくとか、とてもしばくという意味になります。皆さんいいですか？しばいたろかですね。次です。どついたろか？どついたろか？これもさっきのしばいたろかとすごく似てます。でも、ここの動詞、どつくという動詞ですね。どつく。どつくってわかりますか？音を聞いたら大体わかるかもしれないです。これです。どつく。だから、どついたろかは、殴ってやろうかっていう意味です。しばくは、叩く。こういう感じなんですけど、どつくは、こうです。こういう感じ。だから、意味はほとんど似てるんですけど、しばいたろかよりも、どついたろかの方が、ちょっと怖い感じがするなって私は思います。どついたろかですね。これも、さっきと同じように、もっと強く言いたいとき、どうなるかわかりますか？どついたろかと、どつき回したろかっていう言い方もあります。
この回すがついたらちょっと強くなるんですね。どついたろか、どつき回したろか。こうですね。ちょっと怒った時、これは本当に怒った時、どつき回したろかって言います。特にこのろの時に舌をルルルってやったらもっと怖いです。どつき回したろかじゃなくて、どつき回したろか。こうです。舌をちょっと巻くともっと怖い感じになります。練習しない方がいいかな。どついたろかですね。はい、じゃあ次行きましょう。いらんことすんな。いらんことすんな。これ何かわかりますか？いらんことすんな。なんかことですよね。すんなは、するなです。いらんことって何ですか？いらんこと。いらんこと。いらん、これ勉強しましたね。ないはんになるんですよね。関西弁では。だから、いらんっていうのはいらないです。いらんことすんなっていうのは、いらないことをするなという意味です。つまり、余計なことをしないでという時に使う言い方です。お前いらんことすんなよって言います。例えば、友達に、私好きな人できたんだって、友達に言いました。私彼のこと好きなんだよねって友達に話したんですね。あ、そうなんだと言って、ゆかが君のこと好きらしいよって、その好きな人に言っちゃった。こういうことありますよね。もう言わないでよ。お前いらんことすんなよって言えます。これ余計なことですよね。好きなんだってね、言われたら恥ずかしいじゃないですか。そんないらんことすんな、余計なことしないでという時に使う言葉です。このいらんことすんなっていうのは、いらんことしっていう言い方もできます。これ、名詞です。名詞。お前、いらんことしやなって言ったら、余計なことをする人という悪口になります。お前もうほんまいらんことしやなとか、いらんことすんなよ。こういう風に使います。余計なこととか、やってほしくないことをやってくる人に対して使う言い方ですね。いらんことすんなよ。いらんことしやな。二つの使い方があります。はい、じゃあもう一つ行きましょう。ええ加減にせえ。ええ加減にせえ。これどうですか？意味わかりますか？前々回かな？勉強しましたね。A は何でしたか？いいですよね。いい。加減は勉強したことあるかもしれませんね。ええ加減にせえ。これは、いい加減にしなさいという意味です。しなさい。つまり、いい加減にして、つまり、もうやめてという意味になります。加減するっていうのは、加えたり減らしたりすることですよね。部屋の温度を加減するって言ったら、部屋の温度を暖かくしたり、涼しくしたり、調整するという意味なんですけど、加減にしてっていうのは、もうそれ以上やめてくださいの意味になります。もうそれ以上しないでの意味になります。もうやめてと同じ意味ですね。こういう風に使います。お前そろそろ加減にせえよ。せえよとよくセットで使います。これ私の母がよく言ってます。あんたら加減にしやって言うんですけど、私兄がいて、兄と昔よく喧嘩をしたんですね。おもちゃ私のとか、お菓子ちょうだいとか言ってね、大きい声で喧嘩をします。うるさいですよね。その時に母が、あんたら加減にしや静かにし加減にしやっていつも言ってました。もう喧嘩やめなさいという意味ですね。はい、皆さん今日は関西弁の怒り方勉強しました。今日勉強した言葉は全部日常生活で結構使います。私も特によく使うものを選んできたので、もし関西に住むことがあったら毎日聞くことになると思います。皆さんが使うときは注意してくださいね。喧嘩になることがあるので注意しながら使ってほしいんですが、よく使う言葉なのでぜひ意味がわかるようにしておいてほしいなと思います。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ほなな、おおきに。はいどう、おおきに。いやーこれ5000円は高すぎるとお客さん
客さんも人ですからね。1番、彼の作品は必ずを取るだろう、ものだです。このものだという文法は意味がたくさんあるんですが、帰れ。오늘 공부할 거는 됐어요. 헤이 皆さん、仕事中の電話対応の日本語を一緒に。今日は一蘭というラーメン屋さんに来ました。日本にいる人だったらこの看板を見たことがあるかもしれないですね。This character means I or me.